2013年、Excel に追加された大きな機能であるパワークエリー。しかし、2022年現在、事務の現場では、ほとんど活用されている様子が見受けられません。未だ、20年前からの古いテクニックのみを使い、アクセスも活用されず、RPA が出た現在も、自動化に抵抗する人がいたりする始末です。しかし、遅かれ早かれ自動化は進み、古い人たちは淘汰されてしまいます。もし生き残りを図るならば、パワークエリーは必須のテクニックと言えます。今回は、このパワークエリーの活用法についてまとめてみました。チャプター1、パワークエリーの基本。パワークエリーを使うためには、まず準備が必要です。指定した範囲をテーブル化してからでなければ使えないため、全範囲選択し、挿入からテーブルをクリックしましょう。OK をクリックするとテーブル化されます。デザインより、このテーブルにわかりやすい名前をつけておきます。今回は、テストマンという名前をつけておきました。次に、データより、テーブルまたは範囲からをクリックし、このテーブルをもとにパワークエリーを起動します。クエリーが作られるので、プロパティから適当な名前をつけてあげます。これがシート名にもなります。東京都でフィルターして、まず書き出してみます。書き出しは、閉じて読み込むをクリックすると、新しいシートで出力されます。再度、パワークエリーで開きたい場合は、クエリーと接続から作成したクエリーをダブルクリックします。この結果から、さらに、平均を取り除き、集計世帯数が150以上をフィルターします。右側の適用したステップには、これまでの手順がすべて記録され、その時点でのデータが表示されるようになっています。再度、閉じて読み込むをクリックすると、シートに反映されます。これが、パワークエリーの基本動作です。チャプター2、パワークエリー、活用術。ここからは、パワークエリーで最もよく使う活用術をいくつか紹介していきます。非常に多彩なことができるので、スキルとして身につけておきましょう。まずは、47都道府県別の年収データから、5大都市圏のみの集計表を作成してみましょう。これまでであれば、手動で表を作り、サムイフ図関数などでゴリゴリと手作業で作っていたものです。まず、平均のデータをフィルターして除去。都道府県にて5大都市圏のみにフィルターします。年収階級の列を削除します。適用したステップに記録されます。つまり、今の作業が次回から自動化されるので、データを入れ替えるだけで OK になります。続けて、地域コードと地域名の2列だけを選択し、変換の中のグループ化をクリックします。ダイアログで、操作は合計を選択。列は年間収入を選択。新しい列名は適当に名前を付けます。OK をクリックすると集計表完成。閉じて読み込むから
閉じて次に読み込むを選び、出力先のシート、セルを選んで出力すれば完成です。次回からはデータを入れ替えて更新するだけで集計が自動で完了します。次に紹介するのがマトリクス変換。ピボット解除とも呼ばれ、集計表の形式をリストの形式に戻す機能です。集計表のままでは RPA やプログラムから使いにくいため、集計前のリストの形式にするために利用します。テーブル化してある集計表を開き、データからテーブルまたは範囲をクリックし、パワークエリーを開きます。集計値部分、つまり今回のケースならば、集計世帯数から右側の列全部を選択します。変換から列のピボット解除をクリックすると、マトリクス変換完了です。あとは、これまで通り、閉じて次に読み込むをクリックし、データを書き出せば完了します。リストの形式になったので、プログラムや RPA からの自動処理に役立てることができるようになります。次に紹介するのが、クロス集計。Excel では、ピボットテーブルと呼ばれている機能に該当するものです。ピボットテーブルと違い、見せるための集計ではなく、二次利用するためのもので、いくつかの利点があります。よく見かけるピボットテーブル結果に横に列を追加し、数式で情報を継ぎ足しといったバッドノウハウをする必要もなく、元データの増減に自動で対応するので、メンテナンスフリーになります。よって、データ入れ替え後にて、修正などは一切不要ですし、余計な運用ルールも必要ありません。早速、リストデータから簡単なクロス集計を作ってみます。テーブルまたは範囲からパワークエリーを開きます。クロス集計の横軸に該当する列にて必要な項目だけ絞っておきます。その横軸に該当する列を選択した状態で変換から列のピボットをクリックします。集計する値に該当する列を選択します。詳細設定から合計や平均などを選ぶことも可能です。集計結果から不要なデータをさらにフィルターすることも可能です。閉じて次に読み込むにてシートに書き出して完了となります。次は計算列の追加をしてみたいと思います。値の列に対して100を加算したものを新しい列として追加します。列の追加のカスタム列をクリック。計算式を記述し、列の名前を設定します。VLOOKUP 関数のように別のテーブルと連結して加える方法は次項で紹介します。無事に値に100加算した列が追加されました。同様に書き出せば完了となります。次回以降はこの作業は不要となります。続けて
他のクエリと結合をさせてみましょう。結合元のテーブルと結合先のテーブル名を確認しておきます。結合元のテーブルを開いた状態で、テーブルまたは範囲をクリックして、パワークエリを起動します。列の一番右側に、結合先のデータが追加されることになります。次に、クエリのマージをクリックしましょう。結合元のクエリが表示されています。下のプルダウンをクリックして、結合先のテーブルを選択します。両方の結合する列を選択し、結合の種類は、今回は、左外部または内部を選択します。OK をクリック。続けて、表示されたテーブルという列の右上をクリック。結合先で表示したい列を指定します。無事に、クエリの結合ができました。閉じて次に読み込みにて、書き出し先を指定したら完了です。きちんと両方のテーブルが結合できてるか確認しましょう。これで VLOOKUP 関数なしで結合でき、またデータが増減しても手直しは不要になります。次は同じ形式のクエリを1枚のクエリに集約する方法です。複数の視点ごとのデータを一つのクエリにまとめる場合などに利用します。今回は同じ形式の3つのテーブルを用意しました。これを一つのテーブルとして統合します。あらかじめ3つはクエリ化しておきましょう。1枚目のクエリをまずは開きます。クエリの追加をクリックし、3つ以上のテーブルを選択。残り2つの用意しておいたクエリをすべて追加します。OK をクリックすると、3枚のクエリが統合されて、1枚のクエリになります。あとは、閉じて、次に読み込みをクリックし、統合内容を書き出せば完了です。チャプター3、外部のファイル接続。ここからは、ブック内ではなく、外部の Excel ファイルに接続して、データを呼び出す方法を紹介します。一つのマスターファイルをコピペするのではなく、参照させることで、余計なコピペを不要にし、マスターを個別に持つ必要性をなくします。データの中にあるデータの取得をクリック、ファイルからブックを開き、読み込むファイルを指定します。Excel 以外にも、アクセスやデータベースサーバ等にも接続が可能です。ナビゲーターでは、読み込むシートを選択し、読み込み先を選びます。あとは、書き出すシートのセルを指定すれば、データ接続完了です。後で読み込むファイルを変更したい場合、パワークエリーを開き、データソース設定を開くことで変更することが可能です。パワークエリーでは、データソースまでのパスはフルパスでなければなりません。しかし、同じファイルを共有する別の人にとって、データソースまでのパスが同じとは限りません。この場合、そのままでは、毎回、データソースの変更が必要になってしまいます。そこで、
ファイルを開くごとに自動でフルパスを書き換えるようにしてみます。データファイルと参照先ファイルが同じフォルダ内と仮定して組んでみます。まずは Excel パスというシートを作り、A1 にファイルパス、B1 に自動で自身のファイルのフォルダまでのフルパスを入れるようにします。B1 にはフルパスを取得する数式を入れておきます。また、B1 セルには名前の定義にて Excel マンという名前で名前を付けておきます。次に、外部ファイル接続しているクエリーをパワークエリーで開きます。続けて、詳細エディターをクリックします。2行目に B1 のセルの値を取得する式を追加します。ソースの行のフルパスは、ファイル名だけ残し、ファイルパスとアンパサンドを追加して、動的にフルパスを取るように書き換えます。完了をクリックして終了です。更新すると、B1 のセルの値とファイル名に基づいてデータを取るようになり、次回起動時は人によってフルパスが書き換わります。試しにデータ側を書き換えて更新をしてみましょう。呼び出し側でテーブルを右クリックし、更新をクリックすれば最新データに置き換わります。いかがでしたか？パワークエリーが使えるかどうかが、この先の事務職ライフを大きく左右します。関数や Excel の機能を駆使するよりも、よりデータを扱えるテクニックの方が重要視される時代です。最初に仕組みを作り上げ、なるべく人間の手がかからないようにする手腕が求められます。この動画の参考資料やスライド、サンプルのファイルは概要欄に記載しています。次回は VBA の入門について学びます。お楽しみに。チャンネル登録、評価をよろしくお願いいたします。